皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家の玉木正幸が送るマスメディアのスポーツ報道とは異なる視点でスポーツの真の問題を取り上げて考える番組です。ということで、メインコメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、玉木です。よろしくお願いします。お願いします。先週は小林信也さんに大活躍していただきましたが、はい。今週もまた素晴らしい、ゲストの方が来ていただきました。はい。春日良一さん。はい。小崎さんに紹介してください。はい。今週のゲストは、ゴニアアナリスト、スポーツコンサルタントの、春日良一さんです。よろしくお願いします。春日さんよろしくお願いします。春日さんは長野オリンピックの時に、もう完全に長野オリンピック招致から開催までいろいろ活躍された裏方さんなのか表方さんなのかというぐらい、バッチリやられた方で、それから IOC の方にも非常に、なんと言いますか、人脈がたくさんあって、東京オリンピックの開催の時には表読みが一番正しかったというような方でございます。オリンピックのことについては、私が何か疑問があったらすぐに春日さんに聞きたいというような感じですね。春日さんよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。で、春日さんに僕が聞きたいと思ったことが、今回はもうトランプの発言がまず引っかかりまして、トランプが多様性反多様性宣言でロサンゼルスオリンピックどうなるのかなっていうことが私一番気になりました。特に、人間には男と女しかいないんだというようなことを断言した。これは春日さんどうなんですか？オリンピック精神と完全に敵対しているというふうに考えていいんでしょうか？それともそこまでは言えないんでしょうか？どうですか？いや、今回この問題、トランプさんが、男と女しかいないっていうことを言って、スポーツにおいては、男子種目、女子種目っていうか、そういう形で分けて、そこには、男子種目には男しか要するに天然な男性しか入れないし、女子種目には、生まれつきの女性が入れないっていうね、いう形になったわけですけれども、その時に、同時にですね、大統領令にバンバン署名するってのを、幼稚園の生徒の宿題みたいにトランプやってるじゃないですか。サインをしてこう見せてですね。はい。この一つだったんですよね。それでやったんですけど、あの時にロサンゼルスオリンピックが2028年あるから、それも、IOC もそのようにするように、調整しろっていうことを、担当の機関にまで言ってるわけですよ。で、これが、それ言ってきたんですか？はい、そういうふうにトランプが指示したと。で、それを見たときに、要するにこれはですね、スポーツにおける自立、オートノミーって一番、守んなきゃいけないオリンピックがことですね。つまり、決めるのはオリンピックがスポーツ側だっていうことを、これはちゃんとしなきゃいけないんだけど、それを無視して、トランプが、要するにそういうふうに決めた、スポーツについて男女って決めたっていうこと自身を、メディアも何も言わないしね。スポーツ関係者も言わない。この本体こそおかしいっていうのは私の最初の考え方。つまり、私もそれは思いました。特に日本でもね、それは報道されても、その後何のコメントもしないですからね。これはおかしいじゃないですかって、一人ぐらい言う人が出てもいいなと思ったんですよ。トランプは何でも自分が決めたら決まるっていう風にやってるけれども、いや、オリンピックだけは違いますよってことをスポーツ側がね、言ってほしかったんですよね。で、それが一番の問題だと思う。問題は。で、もちろんその玉木さんが問題にしている、いわゆるトランスジェンダーの人の権利がありますね。トランスジェンダーの人の権利っていうことがあるから、女子スポーツにどうやってそのトランスジェンダーされた方が入ってこれるかっていうことをずっと、IOC も研究して、それぞれ、各競技団体、国際競技連盟にも、資金を出して研究させて、決めて、今、検討してるところなんですよね、そこは。そうですね。非常に
デリケートな問題でありますから、そこに単純に答えを出すってこと自身が、まあ、スポーツ界としては、今できないでいることだから、まあ、問題だと思います。だから、ロサンゼルスオリンピックってことで考えて言えばね、もうそこを強行するんだったら、要するにロサンゼルスオリンピックが危なくなるよって話にもなると思います。そう危なくなるよっていうのはやっぱり IOC の方から言うということですか？そうですね。つまりトランプはもっと言ったら、今言ってることは、例えば、アメリカでその競技会がありました。で、そこの大会に、外国からですね、トランスジェンダーの人がその競技、女子種目に出るって言ってきた場合には、それを入国拒否するっていうことをするわけですよ。要するにイミグレートの管理をするってことも同時に命令してるから、そうなるともうそこで問題起きますから。で、まずオリンピックの時はすべてのまず平等にですね、オリンピックが認めた人たちは、アクレディットした人たちは、もう無条件にビザもなく何もなく入ってこれなきゃいけないっていうのが、オリンピックの大前提ですから、それを、破ることになるわけですね、今のまま言って。そうすると、もうそれはもう条件が、オリンピックをやるもう根本的な条件が満たされないから、その時点で、資格がなくなっちゃう。アメリカがオリンピックやる資格がなくなっちゃうから、そこ大問題になりますよっていう話ですよね。それ、そこまで強く IOC は言うことが、できますかと聞いていいのか、本当にやる気ですかっていうふうに聞いていいのか。そうですね。だから大会が近づけば当然やらなきゃいけないことです。今はだから、まあトランプが最初にまあ暴れてる状態だからまあ静観してるんだと思うんだけど、まあ、それとプラス今 IOC の会長がまあ変わりますよね。はい、変わります。それもまた後で話したいと思います。その IOC の会長がどう判断するかってこともあると思う。バッハが今トランプと戦う必要ないんで、それは今静観してても。なるほど。新しい会長のまあ問題ではあるけれども、その会長が、ただし、当然 IOC のこれまで、なんてことですか、築いてきた、方針っていうのはあるわけですね。それこそ東京オリンピックの時にも多様性っていうのは全面的に出されてた問題ですよね。反多様性っていうのはありえない問題ですよね。そうですね。これ、その時にね、この前、先週出ていただいた小林信也さんが一つ面白いことを言われて、将来的に、男と女というような関係よりも、もうみんなが参加できるというようなスポーツ大会の方に向かっていくんじゃないかっていうふうに言われたんですけども、そういうこと、例えばパラリンピックで、車椅子ラグビーは男女共に出てますよね。まあ、はい。そういう風なことに進んでいったらトランスジェンダー問題はある程度解決していくような方向に行くんじゃないかという。まあね、そこは結構デリケートだと思いますよ。なるほど。要するに、体としての男性、女性と、要するに意識としての男性と女性って問題だから、それがまあ、簡単に言うと、一つオリンピックは誰でも参加できるっていう人権ですよね。アクセスできる。人権を保護しなきゃいけないから、トランスジェンダーの人も人権を持ってるってことは認めているわけですね。ただそれが入ることによって、フェアネスっていうスポーツにおける、いわゆるフェアかどうかっていうことですね。不公平が出たらおかしいということになりますから、そこの部分をどう考えるかっていうことで、ずっとそれをあくまでも科学的に、研究して、調査して、一番フェアなところを見つけてるっていう今状態で、おっしゃるように競技によって違うわけですよ。例えば、バニーだったら、もう男女の差ないじゃないですか、もう今すでに。であと、まあ一方で男女平等、ジェンダー、イクオリティってことで、まあ、パリのオリンピックで初めて男女の、参加種目が全く同じになった。同じになったという、はい。そういう動きをしていく中では、混合種目、今言ったようにミックスイベントっていうやつですね。男女が両方出て戦うっていう、そういうスポーツも、種目も増えてきてるっていう状況にはあります。ただ、その場合にも、体が男で、女になるっていう、なんて言ったんだろうか。そういう、まあ、トランスジェンダーした人が、それによって有利になる状態がもう
分かってしまう、明らかに分かってしまうような時に、どうなるのかな。例えばまあ、これはパリのボクシングの問題ちょっと例にないんだけど、あの時にまあ、そういう問題が出ましたね。ちょっと危険性が出てきたっていうことがあって、で、そういうとこがあって、その競技ごとに本当に特殊性があるので、それは今 IOC はそれぞれの国際競技連盟に自分の競技についてちゃんと研究して結論出してくださいっていうことをね、やっぱ言ってるわけですね。やっぱ競技違うんで、そこがまあ、ポイントになると思うんですよね。ただ、今でも難しい問題であるっていうことはわかるんですけども、トランプ大統領が、大統領令にサインをしたのを見せたときにですね、周りに女の子とかいっぱい子供がいて、で、それでみんなで拍手したりしてたのが、ものすごく気持ち悪かったですよね。要するにあれは、少数者を差別しましょうということを宣言したようなものですよね。そうですね。だから、ちょっと飛躍しすぎかもしれませんけれども、ナチスが台頭してきたときには、まずそれこそ、性的弱者とか、身体障害者がどんどん差別されて、それからその後、ユダヤ人の方まで行ってしまうという順序があったみたいで、何かそういう怖さをちょっと感じたんですが、その辺は春日さんはどう思われていますか？まあ、だから、まあ、あれはトランプの演出だと思いますけどね。その女性みんな連れて、そういう問題は男と女しかいないよって、はっきりさせましょうよみたいなことだと思うんだけど、はっきりできないからね、ずっとスポーツ界になってるわけで。そう。で、要するに玉木さんおっしゃってるように、いわゆる、ヒューマンライトっていうかね、人間の人権としての問題っていうのは、やっぱり、IOC はそこに、すごく、重きを置いてますから、簡単にそこを諦められないじゃないですか。だからそこを、追求していくっていうところは変わってないから、まあ、ご心配になってるトランプが、まあ、ヒットラーになっていくっていう、はい、だってまさに現実的にあるような気もしますけど、はい、でも、例えばヒットラーになったとしても、オリンピック側はそこで、いわゆる人権だとか、SDGs とか、そういったことはトランプに対して言い続けなきゃいけないし、それが守られない限りオリンピックはロスではできませんよって話になりますから、そこはもう開催都市契約に今回から入れましたよね。パリオリンピックは人権の尊重っていうのを。ヒューマンライトも入れましたね。あえて言えた、パリから入れることになったっていうことは、まあ、ロスも同じように人権を尊重するべきだというところから始まるっていうことですよね、オリンピックが。もちろんそうですね。だからまあ、国連との関係で、ずっとまあ、これはバッハが特にやったことだけど、いわゆる SDGs とかね、国連が推進している問題、地球環境問題だとか、人権擁護の問題とかっていうのには、まあスポーツが果たす役割は大きいと。特にオリンピックは大きいよと。で、開催都市にその契約を結ぶことにおいてですね、理想の形を、そこの都市に実現していくっていう方向、それをやっていこうっていうことを、考えてますから、まあ、おっしゃるように、開催都市契約に人権っていうのは入ったのもその一つだし、これからもう地球環境問題も本当はもう入ってますからね、もっと前に。入ってますね。そしたら、トランプはそれに反するようなね、パリ協定からの離脱であるとかっていうのをやっていた。こうなってくると、ロサンゼルス大会っていうものの開催が危ぶまれるということはあるんですかね？いや、開催できない可能性はありますね。まあ、申し上げているように、そこは開催都市契約もあるし、当然 IOC 側からの、指導というものはあるはずですね。で、それが守られないとできないわけですから、で、そこはもう本当にディグニティっていうか、家を持って対処しなきゃいけない部分ですよ。ただまあ、IOC がそういうことを言ったときに、ロサンゼルス及びカリフォルニア州っていうのはどちらかというと民主党の人たちが多いと。でもトランプが出てきて、開催宣言はトランプがやるわけですよね。まあ今の状態だとそうですよね。国家元首がやることになってるからね。元首がやることになってますから、大統領トランプがロサンゼルスオリンピックの時も大統領ですから、
やりますよね。これでもやれないんじゃないですか、トランプが。だからトランプのような考えしてをしている人にやらせることはできないんじゃないですか。だからそこは、開催できてるって時点で、トランプが全部、だから、オリンピック側に屈服しなきゃいけないわけですよ。そこで屈服させたら、それは、なかなか面白い話になりますよ。ヒットラーのオリンピックって言われて1936年のオリンピックにしても、あの時もちゃんと IOC は筋を通していて、ヒットラーがやっちゃいけ、例えば開会宣言とかも、言うこと決まってる以上のこと言いたかったんだけど、それダメってやってるわけですね。だから、あと、例えばユダヤ人入っちゃいけないよっていう看板があったのも、それを取らせてるわけでしょ。だからそういうのを、もしそれやんなかったらやんねえよっていうところを言うと、ヒットラーもはいすいませんってなったわけだから、トランプもそうなんないと、オリンピックできなくなっちゃいますからね。トランプは、ヒットラーの場合もそうだったんですけども、トランプの場合もそうなっていくっていうことが大々的に報道されなきゃいけないですよね。私が聞かないとダメですよね。そうそうそう。つまり今回の問題起きた時に、私がさっき言った視点で、これはスポーツのことにトランプが口出せないよってことを、出せないんだよねっていうのが常識的にね、言われないといけないところを言われてないっていうのがちょっと問題。で、今、このまさにスポーツジャーナリズムじゃないけど、世にジャーナリズムないって言ってるけど、今みんなほら、どの報道、なんか知的を装っているような番組も、トランプ主演じゃないですか。トランプ主演でやってて何が生まれんだって思いませんか？だから、トランプがね、主役じゃないんだよ、今の世界は。で、それを間違えてるっていうね。だから、スポーツが主役になっていかない、もう極論すると、なっていかないと平和を訪れないよってのは私の考えですから、そっちの方に持ってかないといけないですよね。だから今本当にトランプに偏ってるから全部そっちに行っちゃってると。で、間違ってること言ってるときは、スポーツから間違ってると思ったらダメって言わなきゃいけないんですよ。そうですね。そうですね。それでもっとさ、昨日びっくりしたのは、FIFA の会長がね、トランプのってさ、なんかごますりをやってるでしょ？それ知らない。本当そうなんですか？びっくりした。次のワールドカップアメリカですもんね。アメリカ、カナダ、メキシコですね。めちゃくちゃトランプのことも打ち上げてやってましたけどね。だけど、要するに、そういうトランスジェンダーの問題とかで、アクセス他国から来る人が観客も含めて、みんな、シャットアウトされたら観客いなくなっちゃうじゃないですか。ある意味、そういう性差別とか、マイノリティを入れないとなったら、そういうことも含めてね、ちゃんとやんなきゃいけないのに、FIFA の会長はもうごますりまくってて、ああいうスポーツのね、すり寄り方っていうのは僕は間違ってると思ってて、だからオリンピックは少なくともね、それをやらないでほしいと思いますね。なるほどね。できるかどうかですよね。やんなきゃダメですよ。だってそれできるかどうかって言ってる時点でもうおかしいから、それ。IOC は次の会長が誰になろうと、その原則はやっぱり守らなきゃいけないだろうと。ただ、日本のメディアに、私とか、春日さんがあまり出なくなった今日、そういう報道に対して、これはトランプ絶対おかしいですよと言う人が誰もいないっていうのは問題ですね。ね、春日さん。誰もいないってのは問題ですね。問題ですね。あれびっくりしました。問題を問題としないからね。だってずっと同じことやってるでしょ、全部討論番組とかも。ウクライナ、ロシアって全然違うじゃん。解決になんないでしょ、あれ。ね、ウクライナのことについてもということですよね。ただ、どうなんですかね。ソビエトの来年は東京オリンピックもありますけれども、ソビエトじゃなくてロシアの選手。ロシアの。ソビエトに戻る額だけど。ソビエトと間違えちゃいますよ、もうプーチンの言うことを聞いてたらね。それはともかくとして、来年東京オリンピックがありますけれども、ここでの、IOC の新会長がどう出るかわかりませんが、ロシアの選手の扱いはどうなんですかね。やっぱり個人ならば出ても良いという方向に。今のところパリ方式ですよね。なるほど。中立の選手は出れるよっていう、国家は使えないけどっていう、ことは守っているわけです。だからそういう中で、
今、各競技団体、いろいろ、差がありますけども、スケート連盟の方が OK 出してから、予選にもう出てこれますからね、これから。だからそれは、その門戸は開く。で、ほとんどの候補者は、7人の候補者の、ほとんどは、ニュートラリティがあれば出てほしい。つまり、オリンピックっていうのは、そうやって出ないっていう文句を閉ざす場じゃなくて、オープンにしていく場だと、誰でも出ていいって場にしていかなきゃいけないっていうふうに思ってるのが、6分の7いますから、だいたいそれがなればいいけど、ただ一人だけ、ロシア大嫌いな人がいますから、その人がなった場合はわかんないです。そう。それはまた明後日の番組で思いっきり語っていただくことにしますが、一言だけ聞きたいなと思っていたのは、なんていうんですか、ロシアを迎える、あるいはベラルーシとロシアの選手を迎えるのと、からイスラエルの選手を迎えるのと、これがダブルスタンダードではないかっていう声があるんですけれども、それはやっぱりどうなんですかね、オリンピックの、規定ですか、の違反、要するに休戦協定を違反したロシア、ベラルーシと、それと関係のないイスラエルは関係ないんだっていう、そういう認識でよろしいんですかね。だからそれもやっぱりスポーツとかオリンピックに対する誤解から生まれてて、つまりオリンピックに出るのは国が出てんじゃないっていうこと、基本はね。だからオリンピック委員会が出してますよって。じゃあオリンピック委員会はどういう立場にあるかってことで見ていかなきゃいけなくて、イスラエルのオリンピック委員会、パレスチナオリンピック委員会も違反してないわけですよ。なるほど。だけど、ロシアのオリンピック委員会大違反をしたわけですね。はいはいはい。ロシアが占領した地域のスポーツ団体を全部自分のところに入れちゃったわけ。で、そうすると、これはもうオリンピック憲章違反だからっていうことで、ロシアのオリンピック委員会は今、資格停止処分されてるわけです。だから資格停止処分されている国が選手を派遣することはできないんですね。なるほど。だからそういうことだから、それはパレスチナとかイスラエルと一緒には、考えてはいけないところ。なるほどね。単に国単位で考えてはいけないということになりますね。国のためにやるからね、そういう、ふうに、みんな誤解して興奮するんだけど、でもそれは、だから幻想かもしれないんですけど、ただ、現実っていうか、オリンピックは守んなきゃいけない部分はそこなんで、そこは、ちゃんと押さえといてほしいなと。今日の最後に、春日さん、一言。だったらもうそろそろ、国の名前とか、国旗とか国家とかやめたらどうですかっていうのはどうですかね。でもね、やっぱりネーションっていうか、いわゆる国に対する思いってのがあるから、ウクライナの人も頑張ってるわけですよ。だからそういう部分は、やっぱり一つのベクトルとして持っているべきかなというふうに私は思ってます。いい答えを聞いた後に、また、あさって、配信のところで、新しいテーマをね、聞きたいんです。次はね、サウジアラビアで冬季大会が行われるっていうことをちょっと取り上げて、イスラムの勢力っていうのはどんどんこれから強くなるのかな、というような話をしたいと思います。春日さん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次回。今週のテーマ、オリンピック・パラリンピックは混迷の世界を救えるのかの次、エピソード2ですね。今おっしゃった2029年サウジアラビアでのアジア冬季大会でもイスラムパワーが席巻については3月12日水曜日午後8時の配信予定です。引き続き春日さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。よろしく。